皆さんごきげんよう、上川かわるです。今回取り上げる話題はウクライナ情勢関連のニュースを取り扱っていきます。ウクライナ支援には多くのお金が必要です。それぞれの国で集められたお金を使ってウクライナに支援するというのは、どこの国にとっても国民の理解を得ながら行わなければならないことです。そのためにウクライナ支援を大々的に行えば行うほど、より多くの資金が必要で、それによって税金の使い道としての反対意見といったものもより強くなりがちです。しかしこれは逆に言えば、じゃあお金の問題さえクリアできれば、ウクライナ支援もっと大きくできる、そして継続的にできるというのが発想の転換というものです。そしてアイデアそれ自体はあるのですが、実際に実行するまでには時間がかかりました。それがロシアに対する制裁、凍結資金によるウクライナ支援です。非常に長い議論を経て、ようやくロシアの凍結資産に基づくウクライナ支援の道が確立されようとしています。今回はその話とともに後半では、ロシアから北朝鮮へと送られている兵士たちのその続報について取り上げていきます。ウクライナに 7.6 兆円を支援へ、G7、ロシア凍結資産の運用益活用。アメリカ政府はウクライナに対して G7 から総額約 7.6 兆円を提供すると発表した西側諸国が凍結しているロシアの資産を活用する枠組みで、ロシアの全面侵攻を受けるウクライナを支える姿勢を改めて示す。アメリカが200億ドル、EU や日本などG7 諸国が残り300億ドルを拠出する。資金提供は融資の形で行われる。返済の原資は2800億ドルに上るロシアの凍結資産の一部を運用し、得た利益で賄う計画だ。G7 各国はロシアがウクライナに与えた損害を賠償するまで凍結を続けることでも合意した。ウクライナの財務大臣はアメリカ政府の支援に対する謝意を表明した。バイデン大統領は同日の声明で、この融資は自国を守り、再建するウクライナの人々を支援するものだと意義を強調。ボー君は自らが引き起こした損害に対して責任を負うとも述べた。経済制裁で凍結した他国の財産を活用するという今回の異例の枠組みを正当化したものだ。G7 は今年6月にイタリアで開いたサミットで、ロシアの凍結資産を使い、ウクライナに年内に500億ドルの資金支援を実行する方針を決めていた。凍結資産そのものを使うことは国際法違反になりかねないが、運用益ならばそうした問題を回避できるというのが G7 の法的な整理だ。ロシア側の反発は必至とみられる。終戦後に凍結が解除されると返済が滞りかねないとしてアメリカが対応を求め、交渉が難航していた。G7 として確実な返済を求める姿勢を明確にし、支援実施計画を前進させる。当初からロシアに対する制裁は実施されていました。ロシアの中央銀行の持っている外貨準備、その資産が世界各国にあるので、それらを制裁対象として凍結したわけです。こうした外貨準備といったものは基本的には主要国に対するものだけしか行われていませんから、アメリカ、EU、日本といったものはそうした外貨準備の資金が置かれているわけです。ただ、この凍結資産をどのように活用するかについては非常に議論が長く行われました。凍結資産そのものを完全に没収することはできないのかといった意見もありました。しかし、こうした凍結資産そのものを取り上げるといった話については、この記事の中でもあったように、国際法違反といった議論がなされたようで、残念ながら実現していません。ですから、その外貨準備でロシアが持っていた国債であるとか、社債であるとか、現金であるとか、それらのお金を運用することによって生まれてくる利子部分について、これを徴収し、ウクライナ支援に充てようというわけです。さらにこれを融資という形にするというのは、ウクライナ支援の非常に有効なやり方です。凍結資産の運用が生まれおる金といったものは1年ではそれほどではありませんが、先々のことまで考えれば融資が焦げつかないといった優良物件と化します。しかし、ロシアがある日突然、やっぱり侵略やめましたと言って凍結資産を速やかに元通りにしろと要求してきた時のことを考えて、今回の G7 の話し合いによって凍結は凍結、長い間このお金はロシアの自由にはさせないぞという話へとまとまったわけです。これによって10年先まで凍結するのか、20年先なのか、30年先なのか、そういったことも見据えつつ凍結資産でウクライナへの支援ができるというわけです。以前の動画でもすでに解説を行いましたが、こうした凍結資産のお金を使って、例えばフランスではフランスの
軍需産業に対して物資の調達を発注し、それに基づいて物品をウクライナへと送ります。ですから、ウクライナ支援をすることによって自国の軍需産業が活性化され、それがまたウクライナへと渡ってロシア軍に対する攻撃で用いられるわけです。ですから、支援を行う側にとっても自国産業を活性化することに役立つし、さらにロシアによるウクライナ侵略という国際法違反に対しても明確に打撃を与えられる、まさに誰にとっても困らない話というわけです。ちなみに日本においてもロシアの資産に対する凍結を行っており、ここからのお金といったものもあるわけで、日本は人道支援を中心としてウクライナへの支援を行います。ただし、フランスの例でもあったように、軍事支援へと踏み切れば、日本の疲弊した軍需産業に対するカンフル剤にもなることから、私は日本にも軍事支援に踏み込んでほしいと思っています。日本の軍需産業は長い間、自衛隊向けの物資の発注しかないといった非常に狭く小さい市場でしか活動できませんでした。しかも日本は長らく実戦とは程遠い環境にありましたから、ウクライナとの軍事関係の協力を深めることによって様々な戦果を得るといった絶好の機会でもあります。実際長い間実戦を経験しているウクライナにおいては、特にドローン技術の発達といったものが進んでいて、ロシア軍の本格的な侵攻前であれば、アメリカとウクライナのドローンの性能を比べると、最初の頃は確かにアメリカの方が圧倒的だったけれども、現在ではアメリカのものの方が役立たずだというような評価へと逆転しています。特に電子戦の技術開発競争においては、ウクライナとロシアとの間においては、まさに命のやり取りといったものがあることから、どちらの方も必死で技術開発競争を進めています。どちらかの方が相手側のドローンを無効化するための技術開発を行えば、今度はその反対側の方でもそれに対抗するための技術開発が行われる。そうやって双方の技術開発競争がどんどんと進むことにより、温室育ちの他の国のドローンよりも圧倒的に技術的な優位性が高まっているというわけです。さて、続いては戦いが続く中で北朝鮮に助けを求めているロシア。北朝鮮兵の受け入れが行われているのですが、その続報について見ておきましょう。ロシア入りした北朝鮮兵は弾よけの傭兵に過ぎない。派兵を秘匿、精鋭部隊の得意な実態。北朝鮮がウクライナを侵略するロシアに派遣したのは朝鮮人民軍の精鋭特殊部隊とされる。だが、韓国当局の分析からは、北朝鮮内で派兵について固く秘匿されるなど、得意な対応が取られている実態も浮かび上がってきた。弾よけの傭兵に過ぎない。韓国の国防大臣は国会で北朝鮮の派兵部隊をこう表現し、金正恩朝鮮労働党総書記が軍隊を違法な侵略戦争に売り渡した。自身の独裁体制を強固にするためだと非難した。派兵は本来、覇権国の指揮体系を維持し、その国の軍服や国旗を明示する。だが、北朝鮮の部隊はロシア軍の軍服を着てロシア軍将兵に偽装し、ロシア軍の統制下で何の作戦権限もなく言われるまま動いている。韓国の国防大臣はこのため傭兵と表現したのだという。派兵されたのは防風軍団とも呼ばれる精鋭部隊とされる。ただ、韓国当局では北朝鮮が主に10から20代の新米兵を派兵したとの見方も出ている。国会ではウクライナ側が公開した北朝鮮兵とされる映像を見た議員から体格は小さくあどけないとの指摘があった。国情院は北朝鮮が派兵の噂が国内で拡散しないよう厳しい情報統制を敷いていると報告した。だが、派兵部隊に選別された兵士の家族が嗚咽して顔がやつれたとの話が出回り、兵士らの家族を集団移住させ隔離しようとする動きがあるとも説明した。国情院は兵士らは体力があり士気は高いものの無人機からの攻撃など現代戦への理解が不足しており、戦線に出れば死傷者が多数発生するとのロシア側の予想も明らかにした。派兵部隊に実際に多数の死傷者が出て北朝鮮内にその情報が伝われば金正恩体制にとっての不安定要素となる可能性も否定できない。北朝鮮兵の存在については、ウクライナから情報発信され、それを受けて韓国が衛星写真やもしくは彼らの情報網の中からの情報によって、より確実だと思われる映像証拠などが次々と公開されました。これに伴って、ヨーロッパもしくはアメリカもこの情報を追認する形で、北朝鮮兵がロシアにより
そしてロシアのプーチン大統領もまたそのことについて記者から言及されると、これを否定しない、つまり暗に認めるといった姿勢を見せました。ただ、様々な情報が出ているわけで、それらの情報の中には当初伝えられていたものとは異なっている点も少しずつ見えてきています。まず最初に1万2000人の北朝鮮兵がロシアへと渡ったという話については、これはあくまでも全体像の話であり、これら全員が精鋭部隊の兵士であるといった表現は間違っているとされています。例えばその内訳としては、前線に出ないことを前提とした公兵、そして今回記事の中でもちょっと出てきましたが、特殊部隊の精鋭ではなく、使い捨てにされるであろうことを前提とした非常に若い兵士なども含まれているというのです。命の価値についてはその国独自のものがあるでしょうが、ロシア軍の突撃兵として使い捨てにされるようなそうした使い方を前提とした兵士たちに若い人たちを当てるというのは北朝鮮独自の考え方なのかもしれません。ついついロシアの囚人兵のような何かしらの問題を抱えているような人たちを突撃兵に当てがうのかなと思ってしまうわけですが、北朝鮮ではそうではなさそうです。また防風軍団という呼ばれ方をしているこの特殊部隊についても、韓国の報道では脱北を手伝っている、そうした副業を行うことによって私腹を肥やす兵士たちもいることなども報告されていますから、必ずしも欧米基準でいうような戦いに特化した特殊部隊というイメージとはちょっと違うかもしれません。ちなみに現在のウクライナの戦場においては、ロシア軍の死傷者数については1日平均1100人から1200人程度です。北朝鮮の兵士たちがどこの部隊と相対して戦うことになるかは今のところは分かりません。一部先行部隊はクルスク州における戦いに投入されるだろうと言われています。この地域における戦いでは、ウクライナ軍は数は少ないものの、どちらかというと装備の整った部隊が多いといった話もありますから、北朝鮮の兵にとっては損害が大きく出る可能性があります。東部戦線にいたとしても状況はあまり変わりはありませんが、どこに行っても毎日のように多くの死傷者を出すことでしょう。ただ、今のところは現地から上がってくる戦闘映像に北朝鮮兵の遺体の映っているものは見当たりませんから、前線にはまだ出ていないかもしれません。ウクライナ側の情報発信としては、一部部隊についてはクルスク州にもう北朝鮮兵は到着していると伝えられていることから、この情報を裏付ける映像証拠が出てくるにはもうちょっと時間が必要かもしれません。ただ、この兵士たちが活躍するといったことはちょっと想定しづらい面があります。というのも、特殊部隊であろうが何だろうが、これらの北朝鮮兵士たちなのですが、いわゆる戦車兵ではないのです。もともと北朝鮮の戦車を持っていくといったわけにもいきませんし、そうとなれば彼らは本当にただの歩兵として戦場に出ていくこととなります。今のウクライナの戦場においては、たとえ戦車や装甲車に乗っていたとしても、砲撃だけではなくドローンによる突撃などによっても多くの被害が出ます。ましてやそうした装甲車両に乗ることのできない歩兵といったものは特に死傷率が高いことでも知られており、北朝鮮兵に待っているのは非常に過酷な戦場となるでしょう。そのような多くの死傷者が出ても気にしないというのがロシア、北朝鮮の独裁者であり、そのような独裁者だからこそ国際法を無視して他国へと侵攻しているという現実があります。そのような国、他にも中国もあるわけで、日本は決して油断できない状況の中にいることを意識しなければなりません。日本の防衛費が増えると、日本国内の一部の政治家は軍拡は悪であるとしてこれを全否定します。しかし、北朝鮮、ロシア、中国、いずれの国も軍事力を使うことにためらいがあまり見られない国です。実際に中国の軍拡は今世紀ひたすら拡大の一途です。自分の国は自分で何とか守り抜く、そうした備えを平和な時からやっておかなければなりません。そうでなければ最悪の事態が訪れた時の被害者数は凄まじいものになってしまうでしょう。安全保障問題といったものはどうしても政策論議から言えば優先度は低くなりがちです。しかし決してその話題を忘れてはいけないのです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。